カンバラを聞こう。皆さんこんにちは。アンニョンハセヨ、風花です。今週は月曜日をお休みして木曜日のみの更新でございます。今回はキム・ヒョンジュンさんのクレンナバー、そうだったみたいという曲をカバーします。この曲は2003年の映画クラシックの OST として知られていますね。で、この映画は日本での題名はラブストーリーでしたので、日本人の方はラブストーリーの方が馴染みがある題名かもしれません。で、この映画は OST としてクラシック音楽がたくさん使われていたので、クラシックという題名になったと聞いたことがあります。なんでね、日本に入ってくるときに邦題をラブストーリーにしたのかはちょっとわからないんですが、この映画を私は高校生の時にね DVD で見ましたね。で OST の CD も持っていて、本当にね何度も見た大好きな映画の一つでございます。で、韓国でも当時を代表する大ヒット映画でですね、土砂降りの雨の中をジャケットを傘のようにして2人で図書館まで走っていくっていうシーンがあるんですけれども、未だにねこの場面が、ドラマとかバラエティでパロディーとしてね使われているのをちらほら見ます。それぐらいもう韓国人の多分皆さんの心に残っている映画っていうことなんでしょうね。また、賢い医師生活のシーズン1の OST であるノエゲナンナエゲノンという曲があります。で、日本のプレイリストでは多分 Me to You, You to Me という風な題名で出てくると思うんですけど、この曲はですね、映画クラシックの OST なんですね。で、元は自転車に乗った風景というグループの曲なんですけどもね、この自転車に乗った風景の曲もこの映画クラシックで出会ってからもう何度も聴いていました。そんな思い出がある映画でございます。この映画の監督、脚本は猟奇的な彼女と同じカク・ジェヨン監督なんですね。で、主演がソン・イェジンさんです。で、ソン・イェジンさんといえば愛の不時着というねドラマの大ヒットで日本での知名度がまた一気にガーッと広がった感じがあるんですが、私にとってはソン・イェジンさんといえばもう映画クラシックなんですね。本当にね衝撃的な可愛さでした。この映画の中でね、もう純粋な美しい感じの、少女感があって素晴らしかったですね。で、映画の中で学生時代の描写でソン・イェジンさんがねお下げ髪をされてるので、今日は私もガチさ本気のお下げ髪ということでねお届けしております。これをするためにちょっと数日前から三つ編みの練習をしておりました。で、韓国ではソン・イェジンさんは本当に2000年代初頭からとても人気があってですね、でチャテヒョンさんと出演してた映画の恋愛小説、これも、日本では永遠の片思いっていう題名だったと思います。この映画とか、あとソン・スンホンさんとのドラマ夏の香りですね。これは冬のソナタとか秋の童話などのユン・ソクホ監督の四季シリーズのうちの一つなんですけど、この四季シリーズにも出演されてたりとか、あと2004年だったかな、頭の中の消しゴムっていうのありましたよね。私の頭の中の消しゴム、これも日本でね大ヒットした映画だったので覚えていらっしゃる方も多いかもしれません。そんなわけでね、今日歌う曲の話題に入っていきますが、今日はねキム・ヒョンジュンさんのそうだったみたいクレンナバーという曲をカバーします。で、キム・ヒョンジュンさんと同姓同名で SS501 っていうアイドルグループの方がねいらっしゃるそうなんですよ。で、Google にキム・ヒョンジュンって入れると結構ねこのアイドルの方がガーッと出てくるんですけれども、今日紹介するキム・ヒョンジュンさんはねもうちょっとねベテランの方なんですね。で、1973年生まれの49歳の方の方です。で、この方もユーヒヨル先生とはとても縁が深い方で、トイの第4、5週でねゲストボーカルをされていて、キム・ヒョンジュンさんがボーカルをされたトイの曲も大ヒット曲が何曲かあるので、これもねすごく大好きな曲なんでいつかカバーしたいですね。そんなわけで今日はキム・ヒョンジュンさんの歌を歌うということです。
でキム・ヒョンジュンさんの歌唱技術の特徴というのはですね、とにかく声がいいんですよ。で歌い方は正直超絶技巧っていうわけではないんですよね。で、高音がめちゃくちゃ出るとかそういうわけでもないんですけど、声質がとにかく魅力的で純朴で懐かしさを感じるような、なんかねほっとするようないい響きをしていらっしゃるんですよ。で日本だとバックナンバーというバンドのボーカルの方も私はすごくね特徴的ないい響きを持っていらっしゃるなと思うんですが、なんかねそんな感じですね。ちょっとほっとするような感じで、普通の音域を歌っているのになんか耳に留まってずっと聴いていたくなるような魅力がある歌声なんです。そして今日カバーするそうだったみたいクレンナバという曲は2003年発売のキム・ヒョンジュンさんの第1週アルバムに収録されている曲です。でこの曲は本当に私の陰線極といってですね、人生曲です。もう一生聴き続けたいぐらい大好きな曲なんですけれども、この2000年代の前半ってまだスマートフォンが普及していなくてガラケーの時代だったんですよ。なので、メールとか電話は携帯電話でするんですけど、音楽は MD とか iPod って覚えてますかね皆さん。 MP3 プレイヤーでね聞いたりしていましたよね。でちょうど私が大学生の時にスマートフォンって発売されたんですけど、大学生の時はね私自身はお金がなくて買えなかったんですよ。で大学を卒業して就職して研修医になった時に初めてねスマホを自分のお金で買ったんです。でこの時が iPhone4 でした。私が初めてね買ったスマホは iPhone の4だったんですね。で iPhone を買うと iPhone の中には iTunes っていうアプリがあって、今はね Apple Music って呼ばれてるんですけれども、この音楽アプリがあったので携帯電話さえ持ってればもう音楽も聴けるっていう時代になったんですね。もう別媒体じゃなくて一つスマホだけで全部音楽も完結できるとなったと。で当時この2000年代初頭っていうのは日本でもだんだん外国の曲も自由に聴けるようになってきた時代で、この時はね違法ダウンロードがすごくね流行っていた時期だったんですよ。もうなんか取り締まれないぐらい違法ダウンロードがみんなダメだって分かってながらやってたっていう時代だったんですね。でも私自身は、大学生の頃から音楽活動をしていたので、音源を作るっていうのがねどれぐらい大変で手間のかかる作業かっていうことを自分が認識してたこともあって、アーティストの不利益に加担するようなことは自分はしたくないと思ってて、CD を買うかお金を払ってちゃんとダウンロードするっていうふうにしてたんですね。でこの頃は iPhone でもねまだサブスクリプションの仕組みっていうのはなかったんですけど、確かね1曲150円とか100円とか200円とかそれぐらいで買って1曲ずつダウンロードすることができたんですよ。それでこの初めて買った iPhone4、 これに入れたくてダウンロードした音源が今日カバーするそうだったみたいっていう曲なんですよ。スマホに曲を入れられるようになって、常にね自分のそばに置いておきたい曲として一番に浮かんだのがこのクレンナバっていうそうだったみたいっていう曲だったんですね。でちなみに2曲目に買ったのがキム・ボムスさんのチナガンダです。この番組でね一番最初にカバーした曲でしたね。そんなわけでとっても個人的には思い入れのある曲で、この曲をね歌って紹介できるっていうことがもうとっても幸せです。歌詞の内容は友達の関係から彼女を好きな人として意識し始めて、その自分の気持ちを伝えようと決心する、そんなね純粋な恋を歌っている曲でございます。では歌詞の紹介に行きますね。そしてサビの部分の歌詞です。クレンナバー、そうだったみたい。な널 좋아하나 봐。僕は君が好きみたいだ。하루하루 네 생각만 나는 걸。毎日君のことばかりを考えてしまう。널 보고 싶다고、君に会いたいと、잘할 수 있다고、優しくしてあげられるんだと。용기 내 전화를 걸고 싶었는데、勇気を出して電話をしたかったのに、그게 잘 안 돼。それがうまくできない。
바보처럼バカみたいにっていうね、気持ちを伝えたいけどなかなか伝えられないんだっていう葛藤をね、1番の歌詞では歌っています。そしてこの曲ね、2番はね A メロがないんですよ。で B メロから始まるんですけれども、ここの歌詞がね時代を反映する歌詞なのでちょっと紹介したいと思います。우연히 너의 메일을 알게 되면서偶然に君のメールを知ることになってモニター앞에 널 밤새 기다릴 때、モニターの前で君を一晩中待つときというフレーズが出てくるんですが、このね、偶然に君のメールを知ってっていうここでのメールっていうのはメールアドレス、メアドのことみたいなんですよね。で、当時のこの2000年代初頭の韓国っていうのはパソコンの E メールと携帯電話、いわゆるガラケーですね、この普及がほぼ同時期だったそうなんですね。だから携帯電話を持っていなくてパソコンでメールをしていた人っていうのも一定数いたそうなんですよ。だからこういった当時の通信手段が歌詞に反映されていて、ここがね懐かしさを感じるポイントだそうです。で、日本にも恋に落ちてっていう曲がありましたよね。ダイヤル回して手を止めたっていう歌詞が出てくるんですよ。で、この恋に落ちては1985年の曲なので、1980年代の前半は多分プッシュ式じゃなくてこう回すタイプのいわゆる黒電話ってやつですね。これもまだ多い時代だったんでしょうね。で、確かに私が子供の頃は街でね、こうダイヤル式の回すタイプの公衆電話っていうのも見たことがありました。そして90年代にはポケベルが鳴らなくてっていうヒットがね、曲が大ヒットした時期があったと思うんですよ。で、90年代はポケベルで2000年代になったらもう携帯電話、ガラケーが出てくると。で、2010年代はもうだんだんスマートフォンが主流になってくるので、こうやってまとめてみると通信手段の発展のペースってやっぱ早いですよね。10年ごとにこう景色が全然変わってくるという話でございました。そんなね、懐かしさも魅力の曲でございます。では曲を聴いてください。キム・ヒョンジュンさんのそうだったみたいという曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。とてもね、メロディーが印象的でいい曲ですよね。で、私はこの曲を聴き始めた頃にはまだ全然韓国語がわからなくて、春春っていうところだけ歌ってましたその他の部分は鼻歌だったんですよね。ふん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 って歌ってて、突如この春春になった瞬間に春春って歌い始めるっていうね、そんな風に歌って楽しんでいた高校生でしたね。で、この春っていう韓国語は一日という意味なんですけれども、日本語のね、季節の春と似た発音なんで、この春っていう音がなんか若干日本人としてはときめきを感じる響きで、好きな単語ですね。で、今回のカラオケ音源もピアノ一本でシンプルに作りましたが、この曲はね、もう転調を繰り返す構成になっていて、音がね取りにくくて結構歌うの難しかったです。で、意外と音域も広いんですよ。2オクターブ以上ありますね。最初の出だしから一番高いところまでね。でもこの曲もほんと15年以上ずっと聴き続けている曲だったんで、なんかねもう歌える気になってたんですけど、意外と歌ってみたら難しかったという曲でございました。今日同じ時間に YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞の下に日本語歌詞を表示するように編集しておりますので、歌詞を見ながら聞いてみたい方はぜひこちらもよろしくお願いいたします。概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。ちょっと長い